こんにちは、つんです。突然ですが、冷蔵庫は使いやすいですか？毎日出し入れするし、物の入れ替えも激しいし、一度整えても気がつくとごちゃついているっていう方も多いんじゃないかなと思います。ということで今回は冷蔵庫の整理をしながらリバウンドしないコツなどもご紹介していけたらなと思っています。ぜひ最後までお付き合いください。はい、では冷蔵庫を見直していきたいと思います。我が家のリアルな現状がこちら。可もなく不可もなくといったところですが、ちょっとごちゃついてるかなっていう感じはしますよね。ということで見直していきたいと思います。冷蔵庫の中身を一旦全部出しました。前にも冷蔵庫収納の動画を投稿したことがあるんですが、それも2年経ちますね。で、あれからたびたび見直していましたが、今は定期購入をし始めたヤクルト1000の定位置が決まっていません。あとはもう使用期限切れてるなって気づきながらも捨てるのがちょっと面倒くさくってスルーし続けたスパイスがちらほらあることが気になっていました。はい、こうして全部取り出しました。毎回思うけど冷蔵庫って結構いっぱい入りますよね。チルド室は後でやることにして、中身が空っぽになったのでとりあえず掃除をしておきます。取り外した方が早いところは外して洗って、中はニトリの使い捨てマイクロファイバークロスとアルコールで拭きました。冷蔵庫のものはあまり出しっぱなしにしているのもよろしくないので、比較的乱れにくいドアポケットのものからどんどん収納していきます。我が家は牛乳やお茶、調味料などを入れていて、醤油なんかはね、冷蔵庫じゃなくてもいいと思うんですが、うちは冷蔵庫に入れちゃっています。ドアポケット2列入るときは、後ろに背の高いもの、手前に背の低いもの、重いものは下で、軽いものは上の方に入れると取り出しやすいんじゃないかなと思います。いろいろ詰め替えて整った収納も憧れはあるけど、私は多分長続きしないことが分かっているので、必要最低限のものしか詰め替えていません。はい、今更紹介するまでもないですが、100均には冷蔵庫収納の悩みを解決してくれる便利なアイテムがたくさんありますよね。例えばマヨネーズとケチャップを逆さに立てておけるマヨケチャホルダーとか、瓶とかが倒れるのを防いでくれるドアポケット用仕切りとか、これはもう大ヒットアイテムですね。そしてこれ前にもご紹介しましたが、ダイソーのドアポケットスッキリケース、仕切りにもなるスリムなケースです。冷蔵庫ミニポケットはそれまで置き場に困ってた薬味の小袋に定位置を作ってくれました。もうどれも使ってない人いないんじゃないかなっていうぐらい人気の商品で、もはや定番アイテムと言っても過言ではないほどどこの100均にもありますね。ちなみにチューブホルダーは我が家は冷蔵庫の側面に魔法のテープで貼って使っています。はい、さていよいよ本丸の冷蔵庫の棚の収納を整えていきたいと思います。冷蔵庫に限らずどんな収納もそうだけど、定位置が決まっていないとリバウンドしやすいんですよね。なのでまずはいつも買う定番のアイテムとたまに買うアイテムを仕分けます。こんな感じで仕分けました。我が家の場合は左側が味噌とか海苔とか卵とかいつも必ず冷蔵庫に入っているもので、右側はたまに買うもの
たまにないこともあるかなっていうようなイレギュラーなアイテムです。で、仕分けが終わったら仲間を集めます。これね、冷蔵庫の棚の上でやると分かりやすくていいかなと思います。例えばジャムとかヨーグルトを一緒にした朝食セットにするとか、サイズが似ているものを集めておくとか、ルールは自由。自分が使いやすければそれで OK。なるべく少ない手間で取り出せる方が便利ですよね。で、グループ分けが決まったら、それをどう収納するか並べてシミュレーションをしていきます。グループごとに並べてみることで、必要な収納ケースの数がだいたいわかります。何をどう収納するかがだいたい決まったら、今度はサイズを測ります。冷蔵庫って奥が深くて取りにくいので、もう一気に取り出せるように収納ケースはもう必須アイテムですよね。だけどそれを適当に買ってしまうと微妙に入らないなんてことも結構あるので、ここはしっかり採寸します。冷蔵庫の中測るときは結構凹凸があるのでご注意ください。例えばこういう棚の手前のところの凹凸とか、結構このね凹凸の数ミリが命取りになったりするんですよね。あとちょっとで入らないってことが結構あるので、やっぱりここは余裕を持って測っておいた方がいいかなと思います。はい。で、必要なケースのサイズと数が決まったら、ネットなどを駆使してケースを探します。今は100均もそうですし、ニトリとか無印とかでいろんな収納ケース売ってますよね。で、だいたい納豆とか豆腐とかある程度モジュールが決まっているものはぴったりの収納ケースがたくさん出ているので、多分すぐ見つかるんじゃないかなと思います。ちなみに我が家で使っているケースはほぼ100均です。もうどれもずいぶん前に買ったんで詳細は忘れちゃったんですが、これはドレッシングにぴったり。その都度ね、一つ一つ買い足したんで見た目がちょっと揃っていないのがもやってはいますが、まだまだ使えるので今回は買い直しませんでした。これは以前紹介した100均のきれいシリーズのこの字ラックですね。トレイと一緒に組み合わせて使っています。店頭ではこんな感じで売っています。安定の猪俣化学さんの商品。私は確かダイソーで買ったんですけど、多分どこの100均でも買えると思います。この字ラックはこんな風に組み立てて使います。ワイドとねスリムのサイズがあって、それぞれに合うトレイも売っています。うちの冷蔵庫はね、この棚の位置がね微妙すぎてうまく使いこなせなかったんですよね。なので不要な棚は外してしまいました。卵ケースも今は使っていません。で、棚を外した代わりにちょうどいい高さのこの字ラックを使っているっていう感じです。この字ラックなら欲しい幅だけ棚を作れるっていうのが便利ですよね。右半分は背の高いものも入れることができます。最上段には我が家は冷えピタを入れています。こういうのはねケースに入れなくても取り出しやすいのでそのまま入れちゃっています。そして前回の動画で撃沈したヤクルトの収納。ダイソーの引き出し収納は重さに耐えられませんでした。ということでわずかな望みをかけてニトリの冷蔵庫収納を買ってきました。丈夫で割りにくい冷蔵庫棚下収納トレイ、これは M サイズです。お値段は1290円。サイズはご覧の通り。ダイソーの330円に比べるとお値段は4倍ですが、
その分ケースは厚みがあってしっかりしています。ニトリの方はプラスチックが厚いってこともあって構造がすっきりしてますよね。ヤクルト1000を入れてみたらダイソーと同じで12本入りました。今回は大丈夫でしょうか。いざ設置。残念ながらダイソーと一緒の結果になってしまいました。やっぱりこういう棚に取り付ける引き出し収納っていうのは軽いものしか入れられないみたいです。もう仕方がないので諦めました。素直にトレーに入れて上段に収納します。ちなみにこのケースは冷蔵庫にもともとついていた収納ケースです。はい、そしてこれどちらも無駄になってしまうのはもったいないので使おうと思うんですが、トレーを比べるとね、ちょっとやっぱりダイソーの方が大きかったのでパスタやそうめんを入れて使うことにしました。ヤクルトとか調味料のケースも上に乗せることができたので良かったです。そしてニトリのケースもせっかく買ったんで隣に設置してみました。ちょっとね、その下に置きたい味噌ポットとの高さが微妙、本当にぴったりっていう感じで余裕がなくなっちゃったんですが、この味噌ポットはちょっと高さが高いので買い直すかどうか検討したいと思います。はい、では最後にチルド室を収納し直します。チルド室は普段私あんまり不満がないのでそのまま、整理し直しただけなんですが、ちなみにこれも100均で買ったケースです。ハムとかチーズとか薄いものを立てて入れられるのでとっても重宝しています。こうして冷蔵庫の収納の見直しが終わりました。今回は収納ケース買い足したりとかあまりしてないので、ぶっちゃけ見た目の劇的な変化っていうのはないんですが、定位置を再確認できたことで気分的にはすっきりしました。で、冷蔵庫には余裕を持たせて収納しています。ここは余った惣菜とかお皿を置く場所。右下はお鍋をまるっと入れておけるスペースを空けています。このスパイスとか入れてる右側はいつもは買わないイレギュラーなものを買った時の置き場所として確保しています。こうやって、余白を空けておくことで定番アイテムと普段買わないものっていうのが混ざることがないのでリバウンドしにくくなるんじゃないかなと思います。以上、綺麗が続く冷蔵庫収納のコツでした。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。